エターナルラ君に会えた青いこの銀河できっと奇跡は始まる Angel in my heart 遠くが見ない空へ夢を探して迷うファローウェイ夢になぜか心乱れて道を惑う月に見守られて気がかく月というけど時は砂のようにそう流れるけどエターナルリリーさんと合流して数日フォルテ教官の事情も分かった。でもルクシオールは敵に見つかりにくそうなところをうろついてばかり。この船だけじゃ何もできないのは確かだけどちょっと歯がゆいよな。エンジェル隊至急ブリッジへ。何かあったのかな。ごきげんよう和也。どうもリリーさん、何かあったんですかね。それはこのドアに入ればはっきりするだろう。それもそうですね。白波入ります。シャーベット同じく。よし、これで揃ったね。何なのだ。ちょっと前にね、ランファから連絡があったんだ。ランファさんから。マジークが説得に応じたそうだよ。ということはマジーク艦隊が味方についてくれる。今こっちに向かってるよ。しかも指揮はランファに一任だってさ。あ、姉さんが指揮官なのか。やるな、さすがだぜ。すごい、これで反撃ができるかもしれない。少なくとも逃げ回ることからは解放されそうですね。やったのだ。もう隠れるのは飽きたのだ。よかったですわ。本当によかった。呼び出された時はちょっとドキドキしちゃいました。悪い知らせだったらどうしようって。ごめん、実は悪い知らせもあるんだ。悪い知らせ？もう一人連絡をくれた人物がいる。誰なんですか？あれは連絡じゃありませんよ。放送です。放送？またハッキング放送が行われたんだ。ハッキング放送？何も聞いていませんよ、僕は。前回の放送時に通信セキュリティを強化したからね。今回のはブロックできた。でも通常の通信波に流されたものは受信記録に残っていたよ。それでやっぱりフォルテさんが？ああ、フォルテだった。どんな内容なんですの？ここ。はい、スクリーンに出します。フォルテ教官。我が名はフォルテシュトーレン。ノイエを新たに統治するものだ。本世セルダール制圧後、ノイエ人民には我が支配下に収まることを進めたが、愚かにも惑星マジークは我々の温情を拒む道を選択したようだ。ノイエにおいてある程度の勢力を誇っているようだが、それが井の中の蛙であることを身をもって理解させてやろう。我が軍に歯向かうなどどれほど愚かで無駄なことか。
ノイエの民よ、我らが理想を理解できぬ者たちがいかなる最後を迎えるか、その目でしかと見届けるがいい。マジック艦隊、我は本世セルダールにて待つ。いつ何時でも一向に構わない。存分に攻め込むがいいだろう。マジークの愚行が時空の神の怒りに触れぬことを祈っているぞ。おい、なの？なんでもないのだ。なんだよ。いいかな。ごめんなのだ。とまあ放送の内容はこんな感じさ。フォルテ教官はマジーク艦隊って言ってましたよ。ああ、もうマジークの動きを察知したんだな。リリーさんから聞いた通り、本気でノイエを征服するような勢いだ。なんだよまた。見間違いかもしれないけど、やっぱり気になるのだ。何がだい？もう一度フォルテ先生の放送を見せてほしいのだ。ココ、頼む。はい、スクリーンに出します。最後の終わるところだけでいいのだ。了解。マジークの愚行が時空の神の怒りに触れぬことを祈っているぞ。やっぱりなのだ。間違いないのだ。どういうこと？終わりのくちゃってなるところが前と同じなのだ。くちゃって切断ノイズのことかい？そうなのだ。おいおい、そりゃただの偶然だろう。たまたま同じような感じになっただけさ。そんなわけないのだ。ナノの目は確かなのだ。ココ、調べてみてくれ。はい、データで比較してみます。あ、本当です。前回と今回の放送終了時のノイズが合致します。どうなのだ。悪かったよ。合致ってどの程度一緒なんだい？寸分違いません。完全に合致します。全く同じではノイズとは言わないな。乱れているからノイズなのだ。不自然ですね。ありえない。こりゃあ思わぬおまけかもしれないな。ココ、ノイズを調べてみてくれ。はどういうことなんでしょう？まあココの解析を待とう。はい。い、結果が出ました。このノイズは放送が切れる瞬間の通信波の乱れですね。放送はかなり広い周波数帯で同時送信されていますが、切断時にごくごく短い時間特定周波数で3回送信されています。特定周波数で3回送信、しかも別々の放送で。これはメッセージだ。メッセージ？一体どんな？特定周波数が3つ、数字が3つ。数字で表すもんつったら座標か？ 3つなら3次元座標です。それならノイエの宇宙図に当てはめてみたらどうかしら。いや、今の状況で宇宙の一角を示してもあまり意味がない。もっとローカルな数値なんじゃないかな。まさか。いや、ありえる話だ。その数値をセルダールの緯度と経度に当てはめてくれ。一つ余りますよ。最後の数値はコードだ。早く。はい。結果はスクリーンへ頼む。はい。やはりこの位置は衛星軌道だ。クラストブレイカーの座標に違いない。地殻破壊爆弾の。私も脱出前に何度かスキャンしたのだが、妨害波により特定できなかったのだ。こりゃあすごいおまけだ。これを破壊できればフォルテ教官もセルダールも解放される。クロノスペースから制動エネルギーを多数感知。艦隊がドライブアウトしてきます。ランファが。ランファさんより通信が入ってます。繋いでくれ。お待たせ。ごめんね、手間取っちゃって。いや、交渉ご苦労様。それに指揮官就任おめでとう。いや
なんかさ、まともな実践経験者が一人もいないもんだから、そんなんで大丈夫なのって言ったら、なぜか私が。心強いよ。ランファなら安心できる。それで全部なのかな？あと2陣あるわ。了解。それじゃあ指揮官殿、ちょっと相談でもしようか。今しがた興味深い情報も仕入れたしね。あら、何なの？ちょっと通信では言えないかな。分かった。ならそっちに行くわ。そうだね、その方が安心だ。準備して待ってるよ。じゃあ後で。聞いての通り、俺はランファといろいろ話さなきゃならない。おそらくセルダールに出発することになるだろう。当然戦いは必至。大きな戦闘になるかもしれない。エンジェル隊各自は十分に体を休めておいてくれ。では解散。クラストブレイカーさえ破壊すればフォルテ教官もセルダールも解放される。クーデターが起きてからは事態に流されっぱなしで暗中模索って感じだったけど、なんかやっと希望が見えてきたぞ。よし、館内を回ってみんなのテンションを上げておこう。いらっしゃいませ。ジャンクスへようこそ。こんにちは。あとはこの辺だな。ほら、カメラが見えなくなるだろ。本当ですね。ってことはカメラからも俺たちは見えてねってことだ。何を話してんだろう。やあ、白波さん。二人で買い物なんて珍しいね。買い物じゃないですよ。アニスさんがすごいことを教えてくれてるんです。すごいこと？ああ、この船のセキュリティがあまりにお粗末なんでな。参考までにモニターカメラの資格を教えてやってんのさ。へえ、たくさんあるの？たくさんどころかざる同然だぜ。そうみたいなんですよね。このコンビニ一つとっても激ヤバなんだよな。カメラの配置はまだしも棚の位置が点でなってね。今リコが立ってるとこなんてエンジェル隊全員が潜めるぜ。本当？ああ、俺がその気になればこの店のもんなんて盗み放題だな。アニス、まさかちょろまかしたり。ああ、そんなケチな真似するかよ。これでもスライドくらいあんだぜ。アニスさん、それを言うならプライド。ああ、そうか。とにかくひどいですよ、白波さん。ごめん、冗談のつもりだったんだけど。まあいいけどよ。で、どうすんだ？まだやんのか？いえ、もう結構です。たくさんデータが取れました。後でタクトさんに報告しようと思います。まあこんなことならいつでも聞いてくれ。はい、ありがとうございました。そんじゃな。では白波さん、私もこのデータを資料にまとめるので。ご苦労様。さて、僕も行くか。ありがとうございました。アニスさんに教えていただいたモニターカメラの資格を資料にまとめています。最新鋭のセキュリティでも運用方法に問題があったみたいですね。少し休もうかな。ちょっと仮眠を取ろう。ちょっと寝たら楽になったな。
全ブロックに通達。本艦はマジーク艦隊と合流し、本星セルダールへ進路を取ります。これより作戦行動に入りますので、全クルーは担当部署にて待機してください。追ってブロック長から作戦内容の説明があります。なお、エンジェル隊員は招集まで行動制限はありません。以上。セルダールへ出発か。司令は一体どんな作戦を立てたんだろう。できるだけフォルテ教官と戦いたくないな。ドライブアウト完了。遠距離スキャン、敵の陣形を解析。了解。マイヤーズ司令。なんだい？やっぱりフォルテ教官と戦うことになるんでしょうか。敵陣の状態も今調べ始めたばかりだしな。まだ何とも言えないさ。なるほど。でも覚悟はしとくべきかな。こっちがクラストブレイカーの座標を知ってることは悟られたくないからね。ちゃんと芝居をしないとな。そうですか。スキャン終了。スクリーンに出します。すごい数だ。敵艦数は約700隻です。こちらは約400隻。ちょっと不利だね。ちょっとかな。ここにクラストブレイカーの座標を表示してくれ。はい。へえ、いかにもでもなく、それでいて守りも決して手薄じゃない。いい配置だ。感心しないでください。まあまあ、この配置だと随分と迂回しなきゃならないか。かなりの距離ですね。時間がかかりそうだ。なら迂回しなきゃいいのさ。で、ここエンジェル隊を集めてくれ。了解。招集します。さあ作戦会議と行こうか、隊長。はい。さてフォルテの艦隊の目の前まで来てるんだけど、これに対してルクシオールを含めた友軍艦隊の作戦行動を説明しようと思う。どんな作戦なんだろう。知っての通り、フォルテは我々にクラストブレイカーの場所を伝えてきた。もちろんこのことが敵に知られたらかなりまずい。すぐに落としかねねえな。ああ、だからフォルテは手加減なしで本気で来るはずだ。彼女とは窮地の中、俺の常套手段は通用しないだろう。そこでだ、それなら俺がやりそうにない方法、力押しで攻めてみようと思う。一点突破。簡単に言ってしまえばこれだけさ。手順は至って簡単だ。まずルクシオールを抱える形で逆円錐陣形を組む。これが突撃隊だ。そして敵陣めがけて突っ込む。とにかく勢いで突破して、そこで紋章機を発進。エンジェル隊でクラストブレイカーを破壊する。作戦内容は以上だ。質問は？ねえんじゃねえの？よし、エンジェル隊は紋章機内で待機。名付けてクラストブレイカー破壊作戦だ。そのまんまじゃんかよ。またまた褒めないでってば。褒めてねえよ。第2、第6隊配置につきました。これで初期隊列は完了です。和也、そっちはどうだい？全員紋章機内で待機中です。よし、そのまま待っててくれ。了解。それじゃここフォルテに呼びかけてみてよ。了解しました。
さーて、応答が来ました。スクリーンへつないで。やあタクト、生きてて何よりだ。まあね。そうそう、リリーを知らないかい？逃げられた上に見失っちまってね。無事に合流してるよ。ああ、そうかい。だからフォルテのこともいろいろと聞いてるし、セルダールの現状も把握した。それで？なあフォルテ、俺たちってやっぱり戦わなきゃならないのかい？他に方法はないのかな？そんなこともわからないお前さんでもないだろ。またまたそんなに褒めちゃって。褒めてねえって。まさかこんな日が来ようとはね。あたしゃ嬉しいけどね。なんてったってあのタクトマイヤーズと勝負できるんだ。エデンの英雄とね。またまた。今のは褒めたんだよ。ここ全艦攻撃開始。了解。フォルテ、この前の俺だ。覚悟しろよ。ああ、受けて立つよ。かかってきな。突入ポイントに集中攻撃。突撃隊前進。陣形再編成開始。クロア始まったぞ。いつでも出せるように頼むよ。おう、任せとけ。突撃隊陣形を整えつつ前進中。何があってもひるむな。紋章機を敵の裏側に運ぶことが最優先だ。マジーク艦隊本陣より分離した部隊があるな。速度を上げつつこちらの陣に突入してくるようだぞ。そうきたか。タクトにしちゃずいぶん直球だね。この位置に攻め込むってことはあれはなんとか伝わったんだね。接触ポイントへ編成を集中させてはどうかな。バカだね。隙間を詰めたら同士討ちになっちまうだろ。接触ポイントに近い船は現在地を保持だ。本陣外周部から50くらい見繕って待機させな。了解した。突撃陣形が整いました。突入ポイントまで距離5000。突撃隊全艦速度をルクシオールに同調。ダメージは？本艦はまだ無傷ですが先頭の船には被害が出始めています。耐えろよ。出足が肝心なんだ。接触ポイントまで3500。ランパーついてきてるか？当たり前でしょ。しっかりお尻に食いついてるわよ。もうすぐ接触だ。気をつけてくれ。これ以上何に気をつけろっての。それもそうか。接触に備え前方シールド強化。攻撃の手を緩めるな。敵突入部隊が本陣と接触するぞ。待機させといた船を移動させな。敵がこっちの陣に入りきったら入り口を塞いじまうんだ。袋のネズミというわけか。何余裕かましてんだい。相手は歴戦の勇士なんだ。舐めてかかると痛い目見るよ。突撃隊全艦敵布陣内に侵入。敵の動きは？再編成を行っています。突入部が塞がれました。どの道片道切符だ。放っておけ。前方シールドにもっとエネルギーを回せ。ちょっと出力が臨界ギリギリだ。もう少しセーブしないと危ないよ。分かった。そっちでリミットをかけて構わない。ただし速度だけは落とすなよ。分かった。敵陣終端まで距離19000です。まだまだ序の口だ。とにかく進め。おい、第3陣まで到達されたぞ。突破されるんじゃないのか。使えないね、自動操縦艦ってのは。仕方ない。第4陣の編成を崩して進路を塞ぐんだ。くれぐれも同士討ちに注意すんだよ。分かった。これくらいやらないと真実味が出ないからね。くたばるんじゃないよタクト。結構激しく揺れてきましたね。大丈夫なのか？力押しってのは案外コツがいるんだぜ。心配するな。指令は百戦錬磨。必ずやり遂げる。そうなのだ。タクトを
カルーア変身してないの？あら、そういえば忘れてましたわ。ミモレットちゃんいませんわ。おいミモレット前方に敵艦が集中しつつあります。かなりの数です。敵陣終端までの距離は約4000です。最大戦速の用意、ダッシュをかけるぞ。他の船がついてこられませんよ。構わない。ラファ何？先に行く。しんがりを頼む。ラファ大丈夫。しんがりね。オッケー、任せといて。すまない。攻撃を中止。エネルギーをシールドと水力に集中。了解。最大戦速だ。一気に突っ切るぞ。一石スピードを上げて隊列を飛び出したな。この加速はルクシオール。何をしようというのだ、愚かな。愚かはお前だ、バカタレ。さっさと第5陣の船を寄せ集めるんだよ。おいおい、これ以上隊列を崩す必要もないだろう。この密度を一隻で突破できるはずあるまい。できるんだよ。こいつはタクトが指揮してる上にエデンの最新鋭艦なんだ。何？早い。ほら見ろ、さっさと進路を塞ぎな。くそ。敵陣終端まで距離1100。あと少しだ。もうダメだ、ダメ。エンジンが持たないよ。なんとかしろ。もうちょっとだ。無理。さっきから臨界値を超えっぱなしだ。もう爆発する。ここ距離300、200、100、0。本艦から半径500以内に敵艦なし。水力停止。シールド最大パワー。ミッションポイントをフルスキャン。詳細データをモーション機へ。了解。ルーンエンジェル隊出撃だ。和也くん、今からミッションエリアの詳細を転送するわ。了解です。これがミッションエリア全体のスキャン結果よ。そしてこれがクラストブレイカーの正確な位置。今回のスキャンで分かったんだけど複数あるの。フォルテさんとセルダールを解放するには全てを破壊しなければならないわ。ミッション目標は衛星軌道上のクラストブレイカーを全て破壊すること。敵はそろそろこちらの作戦内容に気づくはず。クラストブレイカーを起動される前に素早くミッションを遂行してください。和也、ココの言う通り、正直いつ落とされるかわからない。とにかくできるだけ急いでくれ。頼んだぞ。はい。健闘を祈る。よし、合体だ。よし、いっちゃん割れてくっか。
今詳細なスキャン結果が出た。クラストブレイカーは戦艦並みの攻撃力があるようだ。気をつけてくれ。了解しました。みんなフォルテ教官、そしてセルダールを解放するぞ。了解。わかった。オッケーなのだ。オーケー。セルダールを取り戻せば体勢も決まるはず。この戦いに勝てばきっとフォルテさんを助けられる。フォルテ先生、早く助けるのだ。シュトーレン中佐、ゼルダールは必ず解放する。時間がね、速攻で畳むぜ。攻撃成功なのだ。よかった。攻撃当たりでしたのだ。今の成功。損害を調べてくれ。避けないでください。まだやられてはいないのだ。油断しました。回避成功。はいよ。2番機攻撃成功だ。ぜ。やっぱ俺強えな。当たらなかったわ。敵に当たったのだ。なかなか毎回は決まらないのだ。なんと素敵な。命中したわ。敵に当たったのだ。攻撃を受けました。受けたのだ。ちょっとやられちゃいました。わかった。少しやられたわ。一つやつけたぜ。やっぱ俺強えな。着弾を確認しました。敵に命中した。攻撃成功なのだ。被弾しましたけど、敵の回避なんとかが上手か。平気です。当たりね。よし、当たったわ。ごめんなさい、失敗しちゃったわ。ちょっとやられちゃいました。敵に当たったのだ。お見舞い来るぜ。オーライ。オーケー、成功だ。はいなのだ。了解だ。命中よ。一つやっつけたぜ。やっぱ俺わかった強えな。うまく逃げられたわ。オッケーなのだ。わかった。オーケー。このサイドボム当たはったみたいです。ごめんなさい、失敗しちゃったわ。目標沈黙。了解。命中機体損傷 50%。まだ平気です。多分。了解しました。了解。はいなのだ。了解だ。ごめん、外れたわ。了解。当たりなのだ。オッケーなのだ。撃墜なのだ。当たらなかったわ。やでも鉄砲でも来いってんだ。撃墜したわ。エネルギーが半分なのだ。やった。マイヤーズ司令、クラストブレイカーを全て破壊しました。よくやった。ここ前回に攻撃中止命令。エンジェル隊は帰還してくれ。本当にご苦労だった。これでフォルテ教官も。
クラストブレーカーが破壊された。そうみたいだね。おい貴様、手引きしたな。おいおい、銃なんて向けないでおくれよ。我が軍の陣を抜けてからの手際が良すぎる。紋章機はクラストブレーカーへ最短航路で到達したぞ。事前情報を得ていたに違いない。さあ、あたしゃ知らないね。おい、さっきから何をしている。何って、この部屋の酸素濃度を上げているのさ。酸素濃度だと。いい感じの濃さだね。銃なんざ撃ったらどうかんだ。貴様！なんだい？腕っぷしで勝負しよってのかい？言っておくけど、あたしゃ強いよ。もう諦めな。セルダールは解放されたのさ。この戦いはお前たちの負けだ。さあ出ておいき。追ってはかけないでおいてやるよ。ボスにたっぷりと言いつけるといい。くそ！まったく終始見張りやがって落ち着かねえっての。タクト、タクト！フォルテさんから通信です。つないで。タクト、今私のいる船から小バエが1匹飛んでくよ。行き先は親バエのところさ。ここ。はい、敵機関より小型機の発信を確認しました。奴のことだ。おそらく近くにいるはず。小型機の予想進路をフルスキャンだ。了解。どうした？セルダール方向から攻撃です。小型機が破壊されました。発射座標は？確定できてます。発射座標へ主砲一斉攻撃だ。他の艦にも座標を通達。攻撃させろ。了解。データにありません。かなり巨大な船です。奴の船だ。エンゼル隊帰還しました。この船は。静かに。どうやらボスの登場らしい。ボスってクーデターの首謀者ですか？敵巨大艦より通信です。スクリーンへ。お姉ちゃん！ミルフィ。これは。いやー、お見事お見事。実にいい戦いだった。英雄対猛将の火花飛び散る激走。期待以上の興奮を味わうことができたよ。おい、誰なんだ？顔を見せろ！そうなのだ。おや、ずいぶん威勢のいいことだな。少々部下のしつけがなっていないのではないかな。タクトマイヤーズ殿。あなたはベレル。エデンの英雄だな。ご無沙汰している。まさかあなたが。驚いてくれて嬉しいよ。身を伏せていた甲斐があったというものだ。しかし先ほどの戦い素晴らしかったがオチがいただけないな。私のシナリオではどちらかがあるいは両方が華々しく散る予定だったのだがな。クラストブレイカーの場所をどうやって知ったのか非常に興味をそそられるよ。では答えを教えてもいいですよ。でもその前にいくつかお願いがあるんですがね。英雄殿たっての願いとあらば聞かずはなるまい。忌憚なく言ってくれ。とにかく訳を、理由を聞かせてほしい。アブソリュート唯一の生き残りであるあなたがなぜクーデターを。クーデター
これはクーデターなどではないよ、英雄殿。私もアブソリュートも本来の姿に戻るだけのこと。神が再び全てを滑る時が来たのだ。神？そうだ、私さ。私はアブソリュート唯一の生き残り、次元管理を継承する者。クロノクエイクから数百年、長きにわたる至福の時は終わったのだ。私はゲートキーパーを得た。次元管理の力を。崇高なるアブソリュートの血を継ぐ者がそう惜しい力を得たのだ。私が神以外の何であろうというのだね。おい、うぬぼれてんじゃねえぞ。アブソリュートってだけでそんなに偉いのかよ。おやおや、これはしつけ以前の問題だな。英雄殿は動物を飼っているのかな。なんだと？アニス、やめるんだ。こんな。失礼したね。でも俺も同じ疑問を持っている。あなたの話から察するとアブソリュートは全ての宇宙の管理機関だったと？いかにもあまたの宇宙における中心的存在。ゲートを介し全てを管理統治する神の社。それがアブソリュート、絶対なる神殿なのだよ。そしてその神殿にふさわしき者がふさわしき力を携え戻ってきたのだ。これこそ神の降臨と言えるではないか。全ての宇宙は秩序を取り戻すのだ。偉大なる多次元文明の復活だよ。ノイエの民よ、喜びたまえ。私はまずこの宇宙を最初に滑ることにした。この崇高なる再統治の第一歩となることを誇りに思うがいい。なるほど、あなたの動機は理解した。もう一つ聞いてもいいかな？ああ、いいとも。さっき見せてくれたけど、ミルフィーに彼女に何をしたんだい？時空の女神か。もう一度見るかね。お姉ちゃん。見たところマスターコアの中みたいだね。このまとわりついてるのは何なのかな？なに、ちょっとした制御装置だよ。彼女は無事なのかい？安心するがいい。ただ一人のゲートキーパーだ。丁重に扱わないとな。危害は一切加えていないよ。ただし私に協力する気が全くなかったのでな。素直になっていただくために少々工夫をさせてもらったよ。マインドコントロールか。まあそんなところだ。今では私が眠れと言えばこのように忠実に従ってくれる。実に可愛い女神様だ。いかがなされたかな？ミルフィーはセントラルグローブのマスターコア内。しかもその意志はあなたの自由。つまりあなたは全ゲートの管理を掌握したわけだ。さすがは英雄殿、理解が早い。いや参った。乾杯だよ。実に論理的かつ合理的な計画だ。称賛に値するね。あなた、いやお前の用意周到さには感服したよ。うまいとはな。英雄殿もしつけが。いや、これは貴殿の得意とする挑発というやつか。まっこと食えないやつだ。さて、顔見せはこれくらいにしておくとしよう。長居をするといろいろと面倒なことが起きそうなのでな。まあまあ、そんなに焦らないで。
ゆっくりしていってよ。まだまだ聞きたいことは山ほどあるんだからさ。いやいや、名残惜しいが続きはまたの機会としようではないか。土産でも受け取ってくれたまえ、英雄殿。神からのご菓子というやつだ。敵自動操縦艦が自爆していきます。相乗効果で強力な衝撃波が発生。マジーク艦隊全体にダメージが出ています。ベレル艦はどうやらクロノゲート方向に撤退したようです。センサーが撹乱されて正確にトレースできませんでした。やってくれる。きっとここまで計算の上だ。すっげえ衝撃だったぜ。耳が痛いのだ。ラウファさんから連絡です。繋いでくれ。タクト、無事？ああ、敵艦隊とは少し離れていたからね。ランファの方こそ無事で何よりだ。それよりほら、教官！フォルテさん、先生なのだ。まあ、そういえば敵艦の中にいたんですよね。ご無事でよかったですわ。まったくだ。ベレルの居場所を教えた後すぐに脱出したからね。正直あんなところには1秒だっていたがなかったよ。ご苦労だったね、フォルテ。タクト、すまない。いや、何も言わないでよ。フォルテは何も間違っちゃいなかったさ。そうですよ。フォルテ教官はやるべきことをやっただけです。はい、ベストを尽くしたと思います。先生は何にも悪くないのだ。そうですわ。被害は最小限だったと思います。私でも同じことをしたはず。気に病むことはない。親分、何か励ますのだ。そうか。親分は空気が読めないのだ。だってなんて言やいいんだよ。もうこういう時は口が回らないんだね。うっせタクト、とにかくそっちへ行くよ。私の情報が必要だろ。うん、分かった。待ってるよ。しかし奴がベレルが首謀者だったとはな。まったくだ。司令、そのベレルっていうのは、奴は何者なんですか？それについては後でゆっくりね。エンジェル隊は戦ったばかりじゃないか。はい。みんな本当によくやってくれた。これでフォルテもセルダールも解放され、ひとまずは安心だ。とりあえず体を休めてくれ。解散だ。フォルテ先生に会うの久しぶりなのだ。そうですわね。無事で何よりだ。そういえばリリーさんもフォルテ教官に指導を受けたんですか？ああ、そうだが。なんだ、和也もか？ねえ、みんな同門ってことですね。そういうことになるのかな。おーい、俺は違うぜ。そうか。あのよ、そのフォルテさんっての一応説明してくんねえかな。俺にとっちゃ敵でしかなかったからな。フォルテさんはムーンエンジェル隊のリーダーだった人ですよ。ムーンって俺たちの前のエンジェル隊だっけか？はい、そうです。へえ、ってことは姉さんのリーダーだったのか。そうなりますね。そしてアニスを除く僕たち全員はフォルテ教官に指導を受けてるわけだ。なるほどな。入ってきたのだ。なんだいみんなして。先生、
うしようこら。よかったですわ。フォルテさん。リコまた泣いてる。だってシュトーレン中リリーさんまで。いやみんないろいろとすまなかったね。教官。和也頑張ってるみたいだね。いえ、みんなに支えられてばかり。まだまだです。ちょっとはいい男になったかな。そういえばタクトが見当たらないね。タクトさんはセルダール政府と通信中でそっか。エンジェル隊と共にブリーフィングルームで待っていてほしいとのことです。そんじゃみんなで行っか。はい。先生、肩車なのだ。こらなのおよしったら。よかったですわね。よかないよ。ほらよじ登るなってば。先生なのだ。嬉しいのだ。しょうがないねまったく。よっこらしょっと。はあ、やっぱエデンの椅子は一味違うね。敵の椅子は座りにくかったんですか？まあね。そうそうお前さ、アニスだっけか。俺？その制服を着てるってことはエンジェル隊のメンバーなんだろ？ああ、まあな。知らない間にメンバーが増えてるなんてね。いろいろあってよ。アニス・アジートだ。よろしくな。はいよ、フォルテシュトーレンさ。アニスは臨時メンバーを経てつい最近正式メンバーになったんです。入隊までの経緯はまあいろいろありましてってよく考えたらフォルテ教官が僕をここに送ってくれた直後だよね。アニスが襲ってきたのってさ。襲った？そういえばそんなタイミングでしたわね。ちょっと待っておくれよ。襲ったってこのルクシオールをかい？そうなのだ。親分は宇宙海賊だったのだ。海賊じゃねえ、トレジャーハンターだ。トレジャーハンター？それは初耳だな。私も指令から海賊だったと聞いているぞ。タクトの野郎。なんか本当にいろいろあったみたいだね。まあ噂をすればですわ。何？タクト。フォルテ。信じてた。きっと何とかしてくれるって信じてたよ。ご期待には添えたかな。ああ、さすがだったよ。本当に戦いの時私は本気だった。でもそれはあんたを信じていたからなんだ。ああ、分かってるよ。でもさ。さて、それじゃあミーティングを始めようか。待てよ。フォルテもセルダールも解放されて一段落したっていうのに、いつも通りってのもなあ。よし、ティーラウンジだ。たまには雰囲気変えていこうよね。リコ、悪いけど。はい、すぐに手配します。みんなも聞きたいことがたくさんあるだろ。そうですね。お茶でも飲みながらまったり行こうよ。タクトさん、ミントさんからいただいたお茶を入れましょうか。お、いいね。セロンだっけ？あれ美味しいよね。フォルテも好きだったよね。ああ、そうだね。いやー、ゆっくりお茶なんて久しぶりだな。はい、みんな移動。実に感心する。何がですか？シュトーレン中佐は現在自戒の念に苛まれている。
ええ、そんな感じですね。本人もそれを気にすまいと努力しているが、事あるごとに表面化しているようだ。特にマイヤーズ司令が入室してからはその症状は顕著に現れていた。よく分析してるな。そして中佐の発するいわば負のオーラは場を沈み込ませ、あのままミーティングを続けた場合、我々のストレスはかなりのものになっただろう。なんかオーバーな気が。そこでマイヤーズ司令は通常とは異なる例外的な行為をとり、場の雰囲気をポジティブなものへと一気に転化させてしまったのだ。良い意味で話の腰を折ったわけだな。なるほど。ああいったところは積極的に見習わなければと思う。そうですね。いつでも周りへの気配りを忘れない。僕も見習わなきゃな。和也、どうしたのだ。移動するぞ。そんないつの間に。先に行くからな。待ってくださいよ。紅茶をどうぞ。ありがとう。なんだよ、今日は和也のケーキはなしか。どこにケーキ焼いてる暇なんてあったの？冗談だよ。うん、それじゃあ始めようか。メルバー少尉、悪いけど。はい、それでは入り口の警備に当たります。ごゆっくり。では今回のミーティングは質疑応答形式ということで、フォルテもいいかな？ああ、構わないよ。何でも聞いておくれ。よし、それではリコ。はい。まずは君からだ。ありがとうございます。それじゃあフォルテさんに聞きたいんですけど。ああ、ミルフィーのことだね。はい。お姉ちゃんはあんな機械つけられちゃって大丈夫なんでしょうか？リコ。安心をし、ベレルも言ってただろ。ミルフィーは今のところただ唯一のゲートキーパーなんだ。安全は保証されたようなもんさ。大丈夫だよ、絶対に。はい。リコ、これは気休めなんかじゃないよ。かなり論理的な答えだ。あのベレルってやつは俺の見立てではかなりの計画派だ。自分の立場を危うくさせるような要因は絶対に作らないタイプさ。俺も保証するよ。ミルフィーは安全だ。はい、ちょっと安心できました。ありがとうございます。では次は聞きたい聞きたいって顔に書いてある和也かな。僕はとにかくベレルってやつのことですよ。一体何者なんですか？ズバリ言えばアブソリュート人だね。すいません、アブソリュートについては訓練中に講義を一度受けただけなんです。だからあまり詳しいことは。そうか、和也の訓練期間は短かったからな。ならこの機会だ。そこから説明しようか。お願いします。和也はその一度の講義でアブソリュートの何を教わったのかな。まずそこを教えてよ。ノイエ・エデンを含むいくつかの宇宙は全てアブソリュートにつながっているんですよね。だからアブソリュートを介せばどの宇宙にでも行くことができるんです。要点はこのアブソリュートを介せばってところで、各宇宙間では往来は不可能であると、こんなところですか。なんだ、ずいぶん分かってるじゃないか。優秀な講師だったんだな。ノアさんって方が教えてくれました。あ、なんだ、ノアに教わったのか。よく覚えてます。どう見ても子供だったので、なんか部屋に入ってくるなり。私はすごく忙しいの。だから要点だけ教えてあげるわ。って言って、あとは流れ落ちる滝のように説明してくれました。ノアらしいや。
なるほどね。それじゃあそれ以外のことを説明しようか。あれは何年前になるんだっけ。俺とミルフィーがアナザースペースに閉じ込められたのは。4年前だね。そうか、もうそんなに経つのか。その時だったよね。俺たちをサルベージするためにライブラリを調べてたノアとルシャーティがアブソリュートに関する記録を見つけたのは。ライブラリルシャーティ？ああ、ライブラリってのはエデンのバカでかいデータベースのことで、ルシャーティはそこの管理者さ。まああまり重要な部分じゃないかな。そうですか。とにかくそうして俺たちはある日突然アブソリュートの存在を知ったのさ。そしてそこへ通じるクロノゲートもほどなく発見され、それを開閉できるのがミルフィーだけだってことも判明した。はい。で俺たちはクロノゲートをくぐりアブソリュートへ行ったわけさ。正直驚いたね。アブソリュートを初めて見た時は星も何もない空間に無数のクロノゲートが並び、その中心にセントラルグローブが不気味に浮かんでいたんだ。聞いたことがあります。アブソリュートの中枢みたいなイメージですよね。みたいじゃなくてまさに中枢なんだ。なぜならセントラルグローブの中心にはマスターコアと呼ばれる部屋があってね、全てのクロノゲートを一括管理できるシステムがあるんだよ。全てのゲートをですか？ああ、全てだ。もちろんゲートキーパーが必要だけどね。なるほど。合点がいきました。だからベレルはミルフィーさんを。そう、マスターコア内でミルフィーの意思を自由にできるってことは、全てのクロノゲートを自由に開閉できるってことなのさ。そうだったのか。はい、ありがとうございます。アブソリュートのことはかなり理解できました。では肝心のベレルのこともお願いします。ベレルはね、俺たちがマスターコアを発見した直後にそのすぐ近くで発見されたんだ。コールドスリープ状態でね。コールドスリープですか？奴一人だけで？ああ、何百年も一人で眠っていたらしい。実際ベレル以外に誰も見つけることができなかったんだよ。だから奴を起こすことになった。なるほど。で、最初はクーデターを起こすような人物には見えなかったと。ああ、全くね。奴は自分が唯一の生き残りだと分かるとえらく落ち込み、こう言ったんだ。なぜ他の者が一切おらず私だけが生き残っているのか分かりません。長きにわたる眠りの影響で私の記憶はほとんど残っていないのです。このような私、しかも一人では何もできないも同然。どうぞあなた方の手でこのアブソリュートを復興させてください。とね。そして奴は復興の一切に関わらず全てを静観していた。本当に静かにね。やがてノイエ復興支援計画やルーンエンジェル計画が発動し、そのごたごたから俺もベレルの存在を忘れてしまった。すっかりね。そういうことだったんですか。なんで突然反乱したんでしょうか。さあね、実は独裁者でその記憶が突然戻ったとか、初めから全部嘘だったとか、いろいろ考えられるけど、こればかりは本人に聞かないとな。そうですよね。とにかく奴は虎視眈々と反乱の機会を伺っていたわけだ。これだけは確かさ。さてアブソリュートの補足も含めベレルについてはこんなところかな。ありがとうございます。よくわかりました。さて次の質問は？ではカルガ。先ほどノイエ復興支援計画とおっしゃいましたよね。ああ、言ったね。アブソリュートの機能が復活した時、エデンの方たちは最初にノイエのゲートを開いたと習ったのですが、そもそもなんでこのノイエだったのですか？どうして他の宇宙ではなかったのですか？ああ、そのことか。
ちょっと脱線気味なんですけど、前々から気になってたものですから、この際に聞いちゃおうと思いまして。なるほどね。疑問に思うのはもっともだ。それじゃあ説明しようか。お願いしますわ。まず最初に開いたのがノイエのゲートっていうのは間違いだ。その前にいくつかのゲートを開いている。となるとエデンはノイエ以外の宇宙とも交流をしているのですか？いや、していない。あら。なぜなら開いたゲートの先にあった宇宙はどれも滅んでいたからなんだ。ゲートをいくつ開いてもそれは変わらなかった。一っ子一人出てこないのさ。その数は50以上にも上ってしまったんだよ。そんなに？そして開くこと56回目、やっと文明圏を持つ宇宙に当たった。それがこのノイエだったってわけ。そうだったんですの。その後他のゲートの探査を進めるって声もあったけど、文明圏があるかどうか調べるのも結構大変でね。それならひとまずノイエとコンタクトを取ろうってことになったんだ。つまりノイエを最初に選んだ理由なんてないんだよ。最初の当たりがノイエだったってことさ。なるほど。足掛け2年の疑問が評価いたしましたわ。ありがとうございます。では次に行ってもいいかな？よろしいか？もちろん。ではリリー。マイヤーズ司令はセルダール政府と連絡を取ったようだが、王は息災なのだろうか？ぜひとも聞きたい。ああ、それについても安心してくれ。セルダールのお依頼さんと話したけど、ソルダム陛下は無事だよ。王宮関係にも一切被害は出ていない。ただクラストブレイカーの破片がいくつか燃え尽きずに地表に落ちたみたいだ。ごくわずかな被害が出た。あ、リリー？泣いてます。どうやら。よくぞご無事で。もういいのかな？それじゃあ俺にも質問させてもらおうかな。フォルテ、君が指揮してたベレル艦隊だけどさ、セルダール艦が戦列に加わっていなかったけど、どうしてだい？ああ、そのことかい。占領が終わっているなら従わすことができただろう。ありゃ私の差し金さ。ベレルはもちろん戦列に加えろって言ったけどね。反抗軍師が潜んでいるとか、いざという時統制が取れないと困るとか、まあ適当な理由を並べ立ててね、わがままを通したのさ。スムーズな進行を行うためにも不安定要素を排除したかったからね。なるほど、うまいことやったもんだね。たまたまさ。うん、ありがとう。それじゃあ敵の…はいまだ俺の質問が終わってないんだけど。質問は1回につき1つだけだろ。あれ、そんなこと言ったっけ？いいから俺にも質問させてくれよ。ああ、それじゃあアニス言ったかな。フォルテの姉が姉子？ダンファさんが姉さんならリーダーだったフォルテさんは姉子だぜ。妙なの入れちまったね、タクト。質問は1回に1つ？言ったかな。あんたまでペースを崩されるのか。侮れないやつかも。だから姉子教えてくれよ。はい、なんだい？バレルあれブレルだっけか？ベレルだよ。そっか、そのベレルの艦隊だけどよ、あんな短期間でどうやってあの数揃えたんだ？マジーク艦隊より多いなんてよ、いくらなんでも不自然だろうありゃ。なんだい、質問は随分とまともだね。しかも鋭いときた。あ
西さんは変なところで洞察力を発揮するのですわ。トレジャーハンターの基本だからな。変なところ？まあとにかくだね。その質問には答えられないよ。なんでだ？私も知らないんだ。奴がどうやってあの大量の自動操縦桿を用立ててるのか。分かってるのはクロノゲートから時々湧くように出てくるってことさ。おそらくアブソリュートのどこかに大規模な生産施設があるんだろうね。そうか。ならその元を立たないとな。そうだね。言ったかな。一回に一つなんて。まだそんなこと言ってんのかいあんたは。ごめん。でも確かに元は立たないとね。ちゃんと聞いてるし。やっぱりタクトさんはすごいですわ。さてと、それじゃあフォルテ、また聞いてもいいかな。ああ、いいよ。なんだい？自動操縦桿があるからといって一人じゃクーデターは起こせない。ベレルにも部下がいるはずだよね。ああ、もちろん。そいつらは何者なんだい？他にもアブソリュート人がいたのかな？いや、アブソリュート人はベレルだけさ。それ以外の奴らはノイエ人なんだ。エデンの協力を良しとしない奴らだよ。保守派と言ったらよく言い過ぎか。なるほどね。ありがとう。それじゃあ他に質問は？はい、なのだ。結局これからどうするのだ？そうですわ。この船もマジーク艦隊もボロボロだしな。それについてはセルダール政府と相談しておいたよ。セルダールの衛星に大きな港があるらしいんだけど、そこを臨時に使ってくれとのことだ。衛星？第二衛星のホッコリーか。ああ、そんな名前だったな。なるほど。確かにあそこの港は巨大だ。かなりの数の船を収容できるだろう。そんなに大きいんですか？増益を目的にエデンの技術提供によって1年前大拡張されたばかりだ。増益？ああ、ホッコリーはノイエ屈指のリゾート衛星なのだ。リゾート衛星ですか。なんか楽しそうなのだ。面白そうだぜ。ちょっとこんな事態で遊べるわけないでしょ。いや、遊べるよ。ほら、だいたい不謹慎。ベレルは全ての自動操縦桿を自爆させて逃げたんだ。そうそう立て直しはできないはずさ。この機にこちらも体制を立て直すってことで、セルダールマジークの両政府と合意に達している。その間エンジェル隊は完全休養さ。これは命令だよ。やったぜ。また休みですか？またって言っても今度のは本格的だぞ。おそらく数日は取れるはずだ。がっちりと休んでくれよ。とても嬉しいですわ。まとまったお休みをみんな同時に取るのは初めてですね。命令とあらば致し方ないな。いいのかな？いいんだ。よし、もう質問もないだろう。ではこれよりエンジェル隊は自由行動とする。ホッコリーでの過ごし方でも考えててくれ。フォルテには最上フロアに部屋を用意しておいた。ココがキーの登録を済ませた頃だろう。聞いてみてよ。はいよ。ホッコリーっていや超がつく有名高級リゾートじゃねえか。一度は行ってみたかったところですわ。そんなに有名なんですか？ノイエでは。月全体がリゾート施設だからな。話題にもなるだろう。貴族や政府高官などの接待にもよく使われている。すごそうなのだ。はあ、私も行ってみようかね。どうだいタクト、一緒に。いいね。本当だったらね。では解散。休憩やパーティーばかりな気がするな。
実